世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。ヨグマたち、最近ですね、聞く言葉でネグレクトっていう言葉がありまして、簡単に言うと家庭放棄ですね、自分の子が気持ち悪いとか、もう可愛くないとか、もう水あげてれば生きれるでしょうとか、そういう本当に人の親なのかなって思ってしまうようなお言葉を言うような親って本当におりまして、なぜそういう方って生まれてしまうのかっていうところと、そういった方がですね、もし本当にヨグマたちにご相談来た場合、どのように救いのお言葉を投げられるのかなと思いまして、ちょっとお聞きしたいんですけど、いかがでしょうか。自分の心をね、見ていって、小さい時のね、インナーチャイルドっていうんですけれども、小さい時の状況を見ると、すごく、お母さんとの折り合いが悪かったりね、誤解だと思うんですけれども、お母さんもストレスがねたくさんあって、で可愛がってるつもりなんだけれども、言うことを聞かないとね、順に動きが荒くなったりね、叱ったりね、厳しく育てすぎたりしてね、そして親を恨んだりとかね、すごくうまくいかなかったみたいなね。自分がちゃんと育てられていないと、どうやってやっていいかわからない、愛がわからないっていう人、私たちのこの本質っていうのはもう愛の存在でね、それから平和な存在でって、そういうところにつなげ直してあげてね、それで心をエゴをね薄くしていくと、本当に産んでいただいてよかったっていうよりね、変わっていく。で親に感謝したりね、で子供への本当に慈愛が出てきて、で私たちの中に慈愛っていうのがあるわけなんですよ。で人間はもうちょっと競争社会でね、で小さい時にもしたらいじめられたかもしれないしね、そして大人の優しさを受け取らなかった。だから忙しすぎてね、で自分の子供は可愛がるんだけれども、よその子は可愛がらないみたいなね。もっとみんな社会がね、愛ある社会になっていかないと、子供をどういうふうに育てていいかわからないっていうふうな、もうすさんだ状況になっているんじゃないかなって。もう社会全体が愛があふれてね、そしてお互いに尊敬してね、助け合っていくっていう、そういうふうに助けられた体験が小さい時にあったりするとね、周りのおばさんに親切にされたとかね、あと社会に対して希望を持ったりね、お母さんたちと折り合いが悪かったり、そういうこともあるかもしれないけれどもね、じゃあ社会が手を差し伸べるようにしていくとかね、そうやって関われないって、自分から甘えられない人もいるのでね、瞑想していくことによっていろいろなトラウマがね消えていくと、私たちの本質っていうのはね、愛である。それから太陽のようにみんなね、愛の光がみんなに照っている、神様に愛されているんですよって。親を恨んだりねして、じゃああなたはディクシャを受けた途端ね、もう神の子になるんですよって。で順にこうやって見守られて生きていくことができるんだなって。それで修行していって、すぐに親に感謝できなくても、で親に感謝できるようになってね、そういう子に育っていく。自分は子供の時悪いことしか覚えてないのよね。で本当はお母さんこんないいことしてくれたんだ、ご飯与えてくれ、叱られたことしか覚えてない。ちょっと分かりますね。だから 90% いいことをしてんだけども、10% の悪いことしか覚えてない。だからそれを思い出すと、子供に対してもね、やはり何が大切かっていうね、そういう人間としての慈愛、もともとあるね、そういうものが
出てくる。もう悪いものを出すと悪いものを子供もねこういじけたりしてねこう縮こまったりしてこう怯えてねでこう言うこと聞いてるつもりなんだけどこう間違っちゃったりしてねでますます親をイラつかせたりしてねちょっと悪循環になってる。こうなんかこう許すっていう心を知らないっていうかね愛するってことを知らないとかねだから許すとかね間違っても大丈夫っていうねだから完璧主義になっちゃってこうちゃんとしなくちゃいけない。なんかもっともっとねこう瞑想をしていくとまたいい波動をいただくと変わっていくんですよ。そういう人も自分を愛せるように自分の愛し方がわからないから人も愛せなくなる、そういうエネルギーの体験をねしてるんだけれども否定的なものの方がね強くなってしまうマインドがすさんでしまったね。だからもっともっとその奥の素晴らしさをねいいところがあるんですけれどねそれを自分が心だと思ってるし体だと思ってねで悪い体験ばっかあったので見えないところにねこう感謝をするっていうか生かされているっていうことをね、もっとみんなからこう親切にしてもらいたいとかねだから自分からいい波動を出していかなくちゃならないでそのことを教えているんですよね。だから向こうからね悪い波動が来ても自分からいい波動を出していくと変わっていくわけです。向こうがこう親切にしてほしいってだから自分がね何か疑いを出してるかもしれないし恐怖を出してるかもしれないしなんかこう閉じてるかもしれない。だから自分が感謝を出していくと向こうの人もこう怯えないでこういい波動を出していく。だから自分が出してんですよ。自分が変わらないと変わらないんですね。そうやってそれをこうきっかけとしてね、私の本をこうしっかり読んでいただいたりこう私のいい波動をいただいてぜひねあなたの中に素晴らしさがあるので自分を信じて生きていっていただきたい。そうやってねやはり希望を持ってねで小さな命全てを大切にね命が一生懸命生きようとしているのね愛を持って応えていただきたいなって自分のマインドにつながるとね愛せないとかなんか自分の価値観に振り回されちゃうので自分の中のね命の働きこう純粋なねマインドを超えたところ無心になってねそれで相手の幸せを祈るっていうことをしていただきたいなってそういうふうにねこう自分を変えることで運命が変わっていくのでねしっかりと学びにしていただきたいと思います。